ちらが木材倉庫と呼ばれる建物になります。はい。首里城正殿は木造建築になっております。新しく復元する時にもたくさんの木材が必要となります。その木材を保管したり、その木材を加工する場所がこの建物になります。結構天井も高くて大きい建物ですよね。すごく大きいですね。びっくりしました。感動しました。はい、じゃあ、ここで今後の首里城の復元が始まるということですね。そうですね。ここには最大で約500本ぐらいの木材も入ることになっております。今はちょっとまだこれからなんですけれど、これからどんどん木材が入ってきますので、その様子も皆さんご覧いただけるかなと思います。はい。はい、では、少し建物の中を歩いてみたいと思います。はい、よろしくお願いします。まずここが1階の加工場と呼ばれる場所ですね。首里城で使うたくさんの木材を切ったり削ったり、さまざまな加工をする場所になっております。はい、で次、階段を上がりましょう。ここはですね、中2階になるんですけれども、はい、原寸場と呼ばれるスペースになります。ここで職人さんたちが実際に原寸大の図面を描いて、首里城正殿に使われるさまざまな部分の形を図面にしていくところです。2階もめちゃくちゃ広いですね。そうですね、はい、これから職人さんたちが作業をしますが、はい、あちらにある大きな見学窓から外から皆様中の様子をご覧いただけますので、はい、いいですね。はい、ではまた上に行きましょう。こちらも広いですね、小原さん。はい、ここが木材を保管しておくところになります。でもここで首里城を作っていくわけではないんですね。あ、そうですか。はい、はい、実はこの建物の横にある場所がもともと首里城正殿があったスペースになります。今度そこで新しくまた首里城正殿を作っていくんですけれども、この壁を取っ払ってですね、また新しく大きな体育館のような建物を作って、その中で首里城正殿を実際に作っていくというふうになります。あ、そうですか。なるほど。はい、首里城正殿なんですけれど、今年2022年から復元工事が始まります。完成は2026年の4年後になるんですけれども、はい、どういうふうに首里城正殿を作っていくのかご紹介したいと思います。まず最初にですね、正殿を作るために、大きな建物を作るんですが、それが素屋根と呼ばれるものになります。はい、沖縄は台風も多いですし、雨もよく降りますから、そういったものからも守ってくれる場所をまず作ります。でその中で首里城正殿を作っていくんですけれども、まずこういう木の工事ですね。木材を組み上げていく工事が行われます。はい、でその後、ある程度枠組みができましたら屋根を作っていきます。これが赤瓦ですね。そうですね。はい。はい、でその後首里城のもう皆さんのシンボルカラーとも思うんですけれども、この赤い色を塗っていく作業が行われます。はい。その後、正殿のさまざまな部分に色彩を施していきます。で最後、正殿の両サイドにですね、このような廊下を作りまして、はい、首里城正殿の完成となります。これが2026年4年後になりますので、皆さん楽しみにしていただきたいとともに、完成だけがメインではなくて、その作っていく過程もぜひ見に来ていただけたらなと思っております。はい。じゃあ皆さんいろんな場所で見学ができますので、ぜひ首里城の方に足運んでください。よろしくお願いします。お願いします。昨年はここはなかったんですね。はい、そうですよね。こうやって首里城正殿の復元の様子が絵になっております。はい、いいですね。はい、
ここは首里の街並みが一望できる場所でもありますので、ここもこうすごく見晴らしが良いですよね。いいですね、いい感じですね。はい。で、そしてここにですね、新しくこう見学スペースができました。はい。まあ先の外側の方ですね。そうですね。こちらが原寸場と呼ばれる場所の外側になるんですけれども、こちらの階段を上がっていただくと中の様子をご覧いただけます。はい。この、大きな窓ガラスから中の職人さんの作業の様子もご覧いただくことができます。はい。はい、でここにですね、解説でこうイラストを載せておりますが、この建物の中で実際こういう風な作業が行われているよというのをご紹介しております。これは平成時代の復元の様子なんですけれども、こういった伝統的な技術を使って作業している様子をこう外からご覧いただくことができます。ただ新しい新品のものができるということではなくて、しっかりと琉球王国時代の伝統的な技術と同じような作業をして正殿を復元していくことになりますので、はい、大変そういう貴重な技術を間近で見られる機会になります。はい、なかなかの企画ですね。ありがとうございます。はい、はい、小原さん、こちらは、この燃えた後の残ったものですか。そうですね。首里城正殿にこう使われていた赤瓦とかですけれども、こう火災で焼け落ちてこう崩れてしまいました。はい。はい、で、小原さん、それからなんか、まあなんて言えばいいかな、リサイクルかなんか、後でまた他の部分に使ったりとかするという予定があります。はい。この赤瓦なんですけれども、こう小さく崩れてしまったものをそのまま使うということはできないんですが、これをですね粉々にしまして、新しく作る赤瓦の材料として使うことになります。はい、なので昔の赤瓦がこう新しく作られる赤瓦に生まれ変わるといった形になります。いいですね。はい、今この赤瓦をですね粉々にするシャモット作りというボランティアを開催しています。11月3日まで体験することができますので、首里城にお越しの際はぜひ体験してみてください。一緒に首里城の赤瓦を作っていきたいですね。はい、まあみんなで、頑張っていきましょうね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。小浜さんは、こちらは何ですか。こちらは小引門と呼ばれている門で、首里城正殿の、修復とかの場合に、その修復に使う材木をこの門を通して、城内に運び込んでいたと呼ばれています。はい、先ほど、寄付金で、沖縄浦白菓子という木を調達しますというお話をしたんですけれども、その、沖縄浦白菓子を、首里城に運び込むというイベントを今月開催いたします。小引式は、令和首里城の、復興の機運醸成のために実施します。こちらが、イベントの、概要になっていまして、10月29日から11月3日までの期間、小引式というイベントを開催します。はい、小引式にはなんか事前に、まあ、申し込みかなんかいります？いえ、申し込みはいりません。どなたでもご覧いただくことができますし、そうですね、遠くに住んでいる方はオンラインでもライブ配信をする予定をしています。いいですね。はい、また解説はですね、英語の通訳の方も配置する予定ですので、世界中の方でもお楽しみいただけると思います。はい、いいですね。皆さんぜひこの小引式に参加してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さん今日は大変いろいろありがとうございました。ありがとうございます。首里城の復元についていろいろ分かりましたので、本当に心から、感謝しています。そして首里城公園ではこちら御城印ができました。
これはですね、沖縄県にある世界遺産5つのグスクで集めてコンプリートすることもできますので、首里城に立ち寄った際はぜひこちらもチェックお願いします。いざ首里城令和の小引式マッチョイビンドー。